はい、こんにちは。MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミィです。今回は、ハーモニックダインデビル、悪魔ですか？ミミィちゃん、妖精パワーで太刀打ちできる？あ、ミミィ、お腹痛い。あ、無理なのね。素直に無理って言えばいいのに。ハーモニックダインが2年の歳月をかけてリリースしたモデルなんだから、そんなこと言っちゃ失礼ってもんだよ。このメーカーさん、ゼウスとかヘリオスっていうヘッドホンリリースしていて、モデル名が神系シリーズみたいなのね。だからじゃない？神と悪魔ってことで。そういうことなんですね。なんか神話っていいな。何よ、さっきまで怖がってたくせに。そう、もう忘れたわ。そういえばこのモデル、受け取ってからちょっと時間経ってますね。そうなんだよ。最初に受け取ったデビルは、部品に問題があり、広域に少し差が出たため調整したものを再送します。再送するサンプルをレビューに使用してください。ということで、再送を待ってたんだ。年末に届いてたんだけど、エイジングや聞き込みで結構時間かかって、やっとレビューできたってわけ。最初に受け取った方はレビューしないでってことなので、波形は見せられないけど、結構攻撃が鋭かった。それなりに良かったけど、メーカーさんの狙ったチューニングじゃなかったんだろうね。アイがレビューのお手伝い始める前から開発が始まってたのかと思うと、2年の歳月をかけてリリースしたモデルってすごいですよね。確かにね。なんかデュアルドライバーって書いてあったの見たんですけど、 10mm カスタムダイナミックタイプを2機搭載。ドライバー口径を変えたりして帯域の役割分担したりすることが多いと思うんだけど、同じ口径を2機搭載したことにも当然意味があるんだろうね。こだわりが感じられるモデルだけど、インピーダンス 5Ω で音量は取りやすいね。スマホ直差しでも聞けた。でもこのレベルのモデルだと USB ダックは通した方がベターだろうけどね。フェイスプレートを真上から見ると分かりづらいんで、横から見ると3箇所にこんな風にエアフロー調整用のスリットがあるのよね。割合から言ったら結構大きめで、音は結構漏れてきてるわ。これが音質を特徴づける効果になっているね。ボディ全体が航空プレートのアルミ合金使用で、片側実測 7.2g です。ドライバー2機搭載していることを考慮するとこのぐらいになるのでしょう。イヤーフィンはなく、装着で問題になりそうなことはないと思いますが、ちょっと厚みがあるので耳から少しはみ出す感じになります。でもアイは特に気になりませんでした。ケーブルにもこだわりがあるみたい。詳細は上の通りね。ジャックの形もちょっと変わってるし、コネクターが MMCX なのよね。最近減りつつある気がする MMCX にもいいところあるんで、なくならないでほしいな。そろそろサウンドチェックに行ってみようか。今回は価格帯の同じ3モデルでの比較をしてみようかと。これね、共通点は価格帯だけじゃないけど、それは後ほど。特性の違うモデルだから波形の重なる部分も少なくて面白いんじゃないかな。確かに、これなら違いがわからないってことはなさそうですね。各モデル付属のケーブル、ニアピは瀬戸内ヤーフィットライトを。再生は FIO BTR7 経由で収録です。ではどうぞ。音量上がります。チェックいかがでしたか？ハーモニックダインデビルは収録音では中高域が強く、高域は弱くという聞こえ方をしたように思いました。実機でもその傾向なのですが、収録音では拾いきれない空間表現がプラスされる分、印象は変化します。
波形で見るとこの中では標準的に見える C オーディオ夢2との比較中心に聞くといいと思う。黒で表示したラインね。ミューズハイファイ ME1 はデビルと同じような開放感を持つモデルということと、デビルとは対照的な特性に見えたので面白そうだなぁと思って比較対象にしてみた。デビルって低域から 1.5km ぐらいまでの減衰がかなり緩やかよね。あんまり見たことないカーブじゃない？そうだね。で、2キロ過ぎあたりに大きめなピークがあって、そこから上の帯域はご覧の通り控えめ。これだけ見ると広域がかなり弱いんじゃないかと思うんだけど、なぜかあまり気にならないんだよ。なぜかって要因がわからないってこと？いや、これはミミィちゃんが前半で説明してたエアフロー調整に大いに関連していて、すごく開放感があるんで、常にじゃないんだけど、スピーカーから聞いているように錯覚したり、セミオープンのヘッドフォンで聞いているような感覚になるんだよね。ベースやバスグラはしっかり下を支えていて、中域以上の一部の音が浮かんでくる感じで、低音も高さや奥行きを感じやすいんだけど、ちょっと体験したことのない感覚だったわ。でもさ、この辺の帯域って比べれば夢2や ME1 より全然弱いじゃん。確かにね。今回バンドルされてたイヤピも測定していて、いつも測定しているイヤピに混ぜて表示してみたんだけど、こんな感じでこっちのイヤピの広域が一番出てたので、音収録ではそれに近いセロナイヤーフィットライトを使ったけど、リスニングではこのイヤピを使ってた。なんだかんだ言ってもこの帯域がもう少し出てくれた方がいいなとは思っていたので、再送で受け取ったものは2種類のイヤピのうち1種類が違っていたので、どっちが正解かわからないけど、このイヤピはどっちにも入っていたのと装着感もいい感じだし、今回に関してはバンドルイヤピで十分な気がしたよ。そういうこともあるんですね。ではまとめましょうか。ハーモニックダインデビルはワイドで自然な低域、芳醇な中域、刺さらないボーカル、シンバル系は一歩後ろから、広域はマイルド、聞き疲れしにくい、開放感と低位感が心地よいといったところです。いろいろ聞いてきた中では波形から見てもかなり特徴のあるモデルですので、普通っぽいモデルはもう飽きちゃったっていう人にはいいんじゃないかと思いますが、エントリーモデルを卒業した人が少し上のモデルを持とうとした場合、最初に選ぶべきモデルではない気がします。でも聞き方や音質の好みは人それぞれですから、もちろんデビルを選択することが悪いということではありません。個人的にはデビルの特性は把握できたので、開放感と低位感を生かしてデビルが自分の中で一番合うポイントで使っていこうと思います。ということで、ハーモニックダインデビルのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。